皆さんこんにちは。チンスポの達人です。今回は江戸幕府公認の遊郭吉原を紹介しようと思います。こちらは山谷のヒーロー明日のジョーですけど、実は山谷と吉原は土手通りを挟んで隣り合わせになっています。赤線地区とドヤ街が隣り合わせなのってなんか大阪の西成と飛田新地に似てますよね。で、赤く囲った部分が吉原、青い線が土手通り、その右が山谷地区です。昔の地図を見ると四方が囲われているのがわかると思うんですけれども、吉原は塀と溝で囲われ、その外は田んぼになっていました。これは遊女が逃げないようにするためで、吉原への入り口は1箇所だけだったんです。ちなみに堀の外の溝は遊女たちが使ったお歯黒の汁を捨てたところからお歯黒ドブと呼ばれています。で、吉原は非常に火事が多く、1630年から1945年の間に実に36件の火事が起きているんですが、塀で囲われていたので被害が拡大してしまうんでしょうね。ただこの火事、過酷な環境下で働かされる遊女たちの放火だったケースもあるんです。男性目線だと天国に見える吉原も女性目線だと地獄ということですよね。で、吉原に入る前にちょっとした有名店を紹介したいと思います。2軒並んでいて、左が桜鍋中江、右が土手の伊勢屋です。桜鍋って要は馬肉ですが、吉原に遊びに行く前の精力づけだったり、遊び帰りの夜食として一日中賑わっていたそうです。一方の伊勢屋は天ぷら屋さんです。今は昼のみの営業で行列になっていました。どちらも国の有形文化財に登録されています。こちらは吉原大門の交差点です。ガソリンスタンドの看板と電柱の間に柳があるのがわかりますかね。これは吉原で遊んだ人が名残惜しさに振り返ったという見返り柳です。現代の柳は6代目になるそうです。五千円札で有名な樋口一葉の代表作竹比べにも登場します。樋口一葉は一時期吉原の隣の龍泉という町に住んでいました。今ではそこに旧居跡の石碑が建っています。ちなみにお札の透かしで出てくる顔って右に印刷されている顔と違うって知ってました？よかったら見比べてみてください。では吉原の入り口である大門まで向かいたいと思います。ここは緩やかな坂道になっていて、右衛門坂と呼ばれています。吉原に遊びに来た客は、ここで衣服を整えました。で、ご覧の通りこの道は S 字カーブを描いているんですけど、これは外から遊郭が見えないようにするためだそうです。ちなみに吉原はもともと1617年に現在の日本橋人形町に誕生しました。で、1657年に起きた明暦の大火の後にこの場所へ移転しました。なので、こっちの吉原は当時新吉原と呼ばれていました。最盛期には遊女3000人、技労で働く人などを含めると1万人が暮らしていたそうです。江戸の人口が100万人と言われているので、その 1% ですね。で、現在の東京の人口が1400万人ほどなので 1% とすると14万人。そう考えるとすごい数字ですよね。ということで吉原大門に到着しました。今は柱のみですが、もちろん昔は門がありました。遊女や犯罪人の出入りを監視する目的もあったからですね。時代が進むにつれてより豪華になっていくのがわかります。で、門を抜けたこちらが目抜き通りの中野町になります。先ほどの S 字カーブの五十間道とは様子が変わりましたよね。江戸時代もとても賑わっていたのがわかります。こちらは明治2、30年代の様子です。続いてお歯黒ドブの痕跡を見てきました。階段になっているので高さが違うのがわかります。ドブも埋め立てられているので実際はもっと高低差があったんだと思います。で、そのすぐそばにはカス取り書房があります。遊郭にまつわる様々な本をセレクトした専門店です。なんかいろいろ気になる本があったんですけど、僕はこちらの本を購入しました。
カストリ書房から吉原公園を挟んだ先には角エビがあります。花魁が遊郭を練り歩く花魁道中というイベントがありますが、それを始めたのが吉原を代表する遊郭の角エビ楼と言われています。ただ、この角エビは名前を借りただけで角エビ楼との歴史的つながりはありません。この角エビの少し先にカフェ建築があります。戦後、1946年に GHQ から交渉廃止指令が出され、公認としての売春が禁止されました。しかし、吉原は特員街として営業形態を貸し座敷からカフェへと移行します。そのため、店構えを洋風にしたカフェ建築が多く建てられました。しかし、1956年の売春防止法制定により、そのカフェも廃業しました。こちらがそのカフェ建築です。昭和の一時期にだけ建てられたカフェ建築って何とも言えない魅力があるんですよね。青く囲ったあたりでカフェ建築をいくつか見ることができました。これも素晴らしいですね。カフェ建築の特徴としては、カーブを取り入れたデザインだったり、タイル張りの柱だったり、手すりのついた窓などが挙げられます。これは吉原ではとりわけ有名なカフェ建築ですね。もちろん現在は営業しておらずアパートなどとして使われています。ただ老朽化で取り壊されるものも出てきています。ちなみに以前京都のカフェ建築を紹介した動画を上げているので、よかったらそちらもご覧ください。ひとしきりカフェ建築を見た後は吉原弁財天へやってきました。江戸時代初期までこの辺りは湿地帯で多くの池が点在していました。人形町からこの場所に移転した際に湿地は埋め立てられたんですけど、池の一部は残り、そこに弁財天を祀る祠が建てられました。これは1905年頃の弁天池の様子です。で、1923年の関東大震災では、地震後の火災から逃れようとした人たちがこの池に押し寄せて490人が溺死するという悲劇が起こりました。当時の新聞に掲載された写真が掲示板に貼られていました。1959年に埋め立て工事が行われて池はこんなにちっちゃくなっちゃったんですけど、今でも追悼に訪れる人が後を絶ちません。祠の壁面のこの天女は近くの芸大生たちが描きました。その向かいには供養のために建てられた観音像がいます。心から亡くなられた方のご冥福を願うばかりです。ということで、今回は吉原を歩きました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。